はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年4月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。年明けからの有名タイトル新作ラッシュは少し落ち着いた感じはありますが、4月からはインディーゲームが多く登場してくる感じがするのでチェックしてみてください。4月のイベントはパズルフェス。パズルを解くことに焦点を当てたゲームの祭典。パズルにちなんだゲームのセールや近日登場予定の体験版などがピックアップされるのでチェックしてみてください。開催は日本時間4月25日の火曜日午前2時から5月2日の午前2時までの1週間となっております。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにスピリットフォール。ハクスラ要素も楽しめる 2D ローグライクアクション。手書きの美しいアートスタイルとパワフルなアクションが印象的な本作。舞台は神聖な力を持つ神霊の力が弱まりつつある世界。プレイヤーは神霊に選ばれた戦士オーメン・ホージットとなって世界に広がる災いに立ち向かい神霊の力を取り戻す物語が描かれます。ゲームは 2D 横スクロールで展開するアクションプラットフォーマー。オーメン・ホージットは鍛えられた拳、巨大なハンマーと遠距離攻撃ができる弓や3つの攻撃手段を使って爽快な戦闘を楽しむことが可能です。またハクスラ要素のあるローグライクな本作は強力な武器やアイテムを取捨選択しながらも集めたアイテムでスキルをアップグレードしたり特殊な魔法をアンロックするなどやり込み要素のある作品となっています。スピリットホールは2023年4月3日リリース予定日本語対応の作品です。What is art? A beautiful painting. パスパルトゥ2あるアーティストの奇跡。芸術家として生きる画家シミュレーション。2019年にリリースされ好評を得た前作パスパルトゥアーティストの描いた夢の続編となる本作。かつてパリで高名な画家として知られたパスパルトゥだったが謎の失踪事件により今はその栄光だけではなく家までも失ってしまった。プレイヤーは失われてしまったキャリアを取り戻すため芸術あふれる街フェニックスを舞台に画家として再起を目指す物語が描かれます。本作ではお絵描きツールを使ってプレイヤーが実際に絵を描くことができ描いた絵を売ってお金を稼ぎ新しい画材や絵の具を購入すれば描ける絵の幅が広がりよりクオリティの高い作品を描くことが可能。さらには自分だけのアトリエを手に入れることもできます。物語自体も絵を描くことによって進展し描いた絵によって物語の展開や結末が変化していくユニークなシステムが特徴。また街の人々との交流要素もあり様々な頼み事や依頼をこなしていく中で描いた絵が街に変化をもたらすこともあるようです。パスパルトゥ2あるアーティストの奇跡は2023年4月5日リリース予定日本語対応の作品です。ミート・ユア・メーカー。週末世界を舞台としたビルド&レイド FPS。本作はデッドバイデイライトの開発を手掛けたビヘイビアインタラクティブの作品です。舞台は謎の疫病によって文明が崩壊した未来世界。プレイヤーは地球上の生命を救うための最終手段として生み出された実験体キメラの管理者としてその進化に必要とされる貴重な遺伝物質の争奪戦を繰り広げていくことになります。ゲームの目的はキメラの進化の鍵を握る遺伝物質を誰よりも多く手に入れること。そのためプレイヤーは強固な防衛拠点を建築ビルドして手に入れた遺伝物質を守りながらも他のプレイヤーが構築した拠点を襲撃・レイドして遺伝物質の奪取を目指すといったゲーム内容です。本作はプレイヤー同士が直接戦闘を行うことはないものの拠点攻略は簡単なものではなく近づくと発動する罠や襲いかかってくる護衛などが配備されておりさらには拠点は他のプレイヤー自身が作っているため同じものは2つとなく攻略は困難を極めることに。そうした難関を乗り越えて手に入れた遺伝物質は自身の強化または防衛拠点の強化に利用することができさらなる進化のため遺伝物質を求め創造と破壊を繰り返していくことになります。
また本作は2人で力を合わせ敵拠点の襲撃も可能なマルチプレイな作品となっています。ミート・ユア・メーカーは2023年4月5日リリース予定日本語対応の作品です。ロード96マイルゼロ。前作ロード96が始まる直前を描いた前日談。舞台は前作と同じく架空の国ペトリア。独裁政権に支配され貧富の差が激しく不安定な政治体制により混乱に陥った国家です。本作ではそういった背景がある国で暮らすゾーイとカイと2人の主人公の視点で物語は描かれます。ゾーイは前作にも登場したキャラクターでペトリアの石油大臣を父に持ち富裕層が暮らすホワイトサンズ育ち。もう一人の主人公カイトはペトリアの貧困層出身の少年で両親が職を求めて引っ越した先でゾーイと出会うことになります。闇を抱えたカイトにゾーイは惹かれ次第に親しくなっていきますが、やがてこの2人の友情は試練にさらされることになります。ゲームはゾーイとカイトを交互に切り替えながら展開。様々な出会いや選択肢によって変化する物語を体験していくことで2人の関係性に影響を与え様々な問題に直面していくことになります。ロード96マイルゼロは2023年4月5日リリース予定日本語対応の作品です。レイブンズウォッチダークファンタジーローグライクアクション。本作はカースオブデッドゴッツを手掛けたパステックゲームズの最新作。物語の舞台は北欧神話や千夜一夜物語、さらには3匹の子豚など神話や童話で作られた無双界。この無双界に悪夢が広がりあらゆるものが蝕まれていく中、赤ずきんやハーメルンの笛吹き男、雪の女王といった童話や民話のキャラクターが悪夢に立ち向かう物語が描かれます。ゲームはソロおよび最大4人でのマルチプレイが楽しめ、世界各地のおとぎ話に登場するキャラクターそれぞれが持つ固有能力を駆使したダイナミックなリアルタイム戦闘が特徴。奥深いリプレイ性を備えた本作はランダム生成されるマップを突き進み、道中で見つけたアップグレードやアイテムを最大限に活用しながら待ち受けるボスを目指していきます。おとぎ話の数々をダークファンタジーテイストにアレンジしたユニークなローグライクアクション。レイブンズウォッチは2023年4月7日リリース予定日本語対応の作品です。オキシジェン。酸素濃度が低下した地球で生き残るサバイバルコロニーシム。物語の舞台は酸素濃度が低下し人類滅亡の危機に瀕している地球。火山活動による有毒なマグマガスが世界中に広まり、空気中の酸素濃度を低下させ、世界には酸素がわずかしか残っていなかったが、人類は生きる希望となる酸素センターを開発。地下水の電気分解で酸素を発生させ、必要な電力は石炭で発電。プレイヤーは全てが変わり果ててしまった地球で、生き残った生存者を集めながらも、人類が生きていける居住環境を整え、新たな文明を築いていくサバイバルコロニーシム。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。オキシジェンは2023年4月7日リリース予定日本語対応の作品です。バベルの図書館。ステルスプレイを重視したアクションアドベンチャー。本作は無限の本を収蔵する架空の図書館を描いた短編小説ザ・ライブラリー・オブ・バベルをモチーフにした同名作品です。物語の舞台は人類が絶滅してから2万年が経過した世界。この世界は高度なロボットにより全てが秩序正しく機能していたのだが、過去、現在、そして未来で書かれた書物が収蔵されている図書館の発見によって混乱を引き起こすことになる物語。ゲームはステルスプレイをメインにしたアクションと危険と陰謀に満ちた物語重視のアドベンチャーが展開。プレイヤーは殺人事件の調査を任されたロボット探偵ルドビックとなって殺人犯の調査を進めていくうちに、現在は閉鎖された図書館の謎や自身を作り出した創造主の謎が明らかになっていきます。バベルの図書館は2023年4月7日リリース予定日本語対応の作品です。
ラスティッドモス。銃とグラップリングを駆使したメトロイドバニアシューティング。ゲームは360度全方位を狙えるグラップリングとツインスティックシューティングを兼ね備えたメトロイドバニアシューティング。トレーラーのような激しい戦闘アクションを見るだけでもかなり高難易度なゲームと予想されます。舞台は人間と妖精が争う世界。人類は妖精に対抗するため魔女を作り出したが、妖精側も魔女に対抗するため代わり子として人間の赤ん坊と妖精の赤ん坊を入れ替え、人間社会へと送り込んだ。プレイヤーは妖精でありながらも人間の両親に愛され育てられたファーンとなって、妖精のために戦うのか、または人類のために戦うのか、プレイヤーが下す結末はマルチエンディングとなっています。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ラスティッドモスは2023年4月12日リリース予定日本語対応の作品です。シャーロック・ホームズ・ザ・アウェイクド。2008年にリリースされた同名のフルリメイク作品です。小説シャーロック・ホームズを題材にクトゥフル神話的な事件に挑むアドベンチャー。本作の舞台はビクトリア朝時代のロンドン。主人公である若き日のシャーロック・ホームズと相棒のジョン・ワトソンは古の神を崇めるカルト教団が関わる謎の失踪事件を捜査。真実を追い求める中で人知を超えた未知の恐怖と対峙しながらも、失踪事件、そしてカルト教団の謎を明らかにしていく物語が描かれます。本作では2008年にリリースされたオリジナル版をアンリアルエンジン4によりゼロから再構築し、ロンドンのベーカー街、恐ろしいスイスの精神病棟など、現代グラフィックとアニメーションで彩られる物語を通して、没入感のある狂気のゲームプレイを堪能することができます。シャーロック・ホームズ・ザ・アウェイクドは2023年4月12日リリース予定日本語対応の作品です。ハント・ザ・ナイト。レトロスタイルのアクションアドベンチャー。物語の舞台は人類が昼を支配し、夜はザ・ナイトと呼ばれる恐ろしい生き物が支配する世界メドラム。1000年前、幾多の戦いの末、この不吉な力は封印されたが、その封印は弱まり、再び夜は昼を貪り始めた。プレイヤーはザ・ナイトと戦う組織ストーカーズのメンバーである主人公ベスパーとなって、闇に支配されつつある世界メドラムを救うため、夜を狩る戦いに挑む物語が展開していきます。ゲームはレトロ感のあるピクセルアートで描かれたトップダウン視点のアクションアドベンチャー。ベスパーは剣と銃、そして彼女の内に潜む闇の力アンブラを使った複数のスキルを駆使してザ・ナイトと死闘を繰り広げていくことになります。戦闘はスピード感のあるアクションとなっており、闇の力を使ったシャドウダッシュで敵の攻撃を回避しながらも、近接攻撃と遠距離攻撃を組み合わせたペースの速いダイナミックな戦闘が繰り広げられます。また闇の力アンブラは敵を殲滅するだけではなく、困難な状況から脱出したり、ギミックやパズルを解くために利用でき、これらの能力をアップグレードすることで様々な戦術を展開でき、自分好みのプレイスタイルを構築することができます。ハント・ザ・ナイトは2023年4月13日リリース予定日本語対応の作品です。バウンドリー。宇宙を舞台にしたスリリングな対戦型アクションシューター。多くのシューターゲームとは異なり、本作の舞台は宇宙空間。宇宙飛行士のようなプレイヤーたちが強化された宇宙服に身を包み、敵と戦うチーム対戦アクション。ゲームは宇宙空間ということもあり、あらゆる角度から脅威が迫る戦場で繰り広げられる激しい無重力戦闘が特徴。武器やパーツ、宇宙服などの種類も豊富に用意され、複数の戦闘クラス、さらにはコスメアイテムで見た目もカスタマイズが可能。他のプレイヤーと差別化を図り、自分好みのキャラクタービルドができるみたいです。バウンドリーは2023年4月13日リリース予定日本語対応の作品です。トリニティフュージョン。滅びゆくマルチバースを旅するローグライトプラットフォーマー。SF テイストで描かれる本作は、マルチバース、いわゆるパラレルワールドを舞台に、3人の主人公がそれぞれの世界線を冒険していく、ローグライトアクションプラットフォーマーです。
各世界線の主人公はそれぞれ異なる特徴を持っており、剣や斧での近接攻撃とグラップリングフックを使うウォーリアーカーラ、銃や弓での遠距離攻撃を得意とするレンジャーナイラ、剣での近接攻撃と機械兵器を駆使するガジェッターアルタラ。3人の主人公は機械兵やミュータントなど様々な敵やバイオームが存在する世界でスタイリッシュなハイスピードバトルを繰り広げていくことになります。ゲームを進めていくことで高級的なアップグレードや新しいステージなどがアンロックされ、それぞれの並行世界はやがて収束を迎えるようです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。トリニティフュージョンは2023年4月14日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。クラブチャンピオンズ。カニが大暴れするローグライク TPS。本作はマルチプレイをメインとした作品となっており、超絶速く動く小さなカニがビームライフルやロケットランチャーを片手に常夏の島で縦横無尽に飛び回り大暴れする広角機動なローグライク TPS。 ハイスピードバトルで展開する本作は敵の大軍を倒しアイテムを集めて甲殻類最強のカニを目指します。映像で紹介されているゲームモードは3つで、ソロまたは最大4人での PVE となるサバイバルモード、目的地までのタイムを競うレーシングモード、1対1、2対2、3対3で他のプレイヤーとの対戦を楽しめるデュアルモードが用意されているとのこと。クラブチャンピオンズは2023年4月2日リリース予定日本語未対応の作品です。ウォールワールド。謎に満ちた壁世界を探索するローグライクマイニングサバイバル。横スクロール版のドームキーパーを思わせる本作は、垂直に切り立った壁を巨大なロボットスパイダーで移動し、壁を採掘して壁の中にある世界、壁世界の謎に迫る物語が描かれます。ゲームは壁を掘り進めていく採掘と、拠点であるロボットスパイダーを襲いに来るモンスターの襲撃を耐え抜く防衛を交互に行ってゲームは進行。プレイヤーはウェーブ間の短い時間で採掘を進めることとなり、限られた時間の中で効率的に壁を掘り進め、いかに資源を持ち帰るかがポイント。持ち帰った資源を利用することで、拠点の強化やプレイヤーが身につけているエグゾスーツのアップグレードが可能。また、壁を掘り進めていくと資源だけではなく、古代遺物や資料などが見つかり、これらを手がかりに壁世界の謎を解き明かしていくストーリー要素も特徴。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ウォールワールドは2023年4月6日リリース予定日本語未対応の作品です。マジカルポーション工房。ポーション工房運営シミュレーション。物語の舞台は森の中にあるポーション工房。この工房を営む魔女グリセルダは長年一人で冒険者たちの力を高めるためのポーションを作ってきたが引退を考えていた。そんな時、ポーションアネルギーによって冒険することができなくなったプレイヤーがポーション工房の後継ぎとして奮闘していくことになる物語。ゲームはフィールドに出て材料を持ち帰り、様々な錬金術設備を自動化して冒険者たちが求めるポーションを作成していくことになります。ポーション作りの楽しさと驚きを味わえるポーション工房自動化を目指すシミュレーション。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。マジカルポーション工房は2023年4月6日リリース予定日本語未対応の作品です。ソングオブザプレイリー。農業をメインにした可愛いスローライフシム。カラフルな色合いと可愛いビジュアルが印象的な本作。プレイヤーは巨大な植物や不思議な動物たちが生きる世界の田舎町プレリータウンの住人となって農業や釣り、町の人々との交流などカジュアルにスローライフを楽しめる作品です。農業をメインとする本作で栽培できる作物は野菜や果物はもちろん花など60種類以上と豊富で、収穫できる作物はどれも巨大な果実を実らせ、育てた作物や釣った魚を使っての料理は90種類以上が登場。また牧場を整備すれば牛や羊といった家畜たちを育てることができたり、不思議な能力を持つ動物たちの力を借りて土地の開拓や特別な資源の生産を手伝ってくれたりもします。
さらにはマイホームのカスタマイズ、プレイリータウンを中心としたエリアの探索、50人以上の街の人々との交流など、盛りだくさんなコンテンツが用意されています。ソングオブザプレイリーは2023年4月7日リリース予定日本語未対応の作品です。フローデッド。沈みゆく島から脱出を目指すリアルタイムストラテジー。舞台は大きな洪水に見舞われた世界。小さな島での採掘作業を管理しているマイルズは、島が少しずつ水没していることを発見。プレイヤーは島で働く鉱夫たちに指示を出し、施設を整え、船を作り、島からの脱出を目指します。ゲームはステージ制となっており、クリアするには4段階ある開発レベルを上げ、島から脱出するための船を建造すること。プレイ中に一時停止などはなく、完全なリアルタイムで進行。一定時間が経過するごとに島の周りが水没し、施設を建てるスペースがどんどん少なくなっていくのが本作の特徴。時間経過で溜まるリソースをうまく管理しながら、無駄なく必要な施設を建てていくことがポイント。また、ステージが進むにつれ、登場人物の背景や大洪水の原因が明らかになっていきます。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。フローデッドは2023年4月13日リリース予定日本語未対応の作品です。シャードバンクバーミンフォール。未来世界のピクセルパンクな単性シミュレーション RPG。戦争に敗れ荒廃した都市に突然変異したミュータントネズミの大群が襲来。プレイヤーは生き残った元帝国兵やハンターといったキャラクターを操作して、できるだけ多くの生存者を救いながら都市から脱出し、安全なバンカーにたどり着かなければなりません。敵であるネズミたちは二足歩行で行動し、さらには重火器で武装した凶悪なミュータントネズミ。生存者メンバーの独自の能力や個々が扱う武器の特徴を最大限に活かし戦っていくことになります。ゲームはマス目移動の単性シミュレーション、アクションポイントを使った行動システムとなり、結構難易度の高い戦闘が繰り広げられていきます。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。シャードパンクバーミンフォールは2023年4月14日リリース予定日本語未対応の作品です。フェイブルダム。おとぎ話のような世界で街づくりシミュレーション。絵本のおとぎ話に出てくるような柔らかいデザインで描かれた中世風の世界を舞台に、プレイヤーは何もない土地に村を築き、村人を招き、仕事を与え、村を拡張していき、最終的には巨大な王国を目指していくことになります。また、この世界には他の王国も存在し、外交を通じて良好な関係性を築いたり、争いによって解決することも可能。おとぎ話をテーマとしていることもあり、ゲームには巨人や魔女、空飛ぶ豚といったファンタジー要素から、王子と王女のロマンスなどもあるユニークな都市建築ゲーム。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。フェイブルダムは2023年4月14日リリース予定日本語未対応の作品です。Welcome to Fabledom。はい、今回は Steam で2023年4月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？ 4 月25日からはパズルフェスが開催されるので、そちらもチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。